このチャンネルで前に公開した 001J の動画でトランジスタのイメージを説明し、それを頭に置いて初心者の頃の僕が考えたトランジスタアンプを作りました。残念ながらそのアンプは音が出ませんでしたが、今日はそれが動かない理由を説明して、動くように回路を調整して実際に音を出したいと思います。この 001J の動画を見たい方は動画の説明欄にリンクを貼っておきますので、よければご覧ください。この動画を見ればトランジスタアンプを動作させるために必要なバイアス回路について理解できますので、最後までぜひご覧ください。ではまず前回の動画で動かなかった回路を確認してみましょう。前回作った回路は前の動画で説明したトランジスタのイメージで言うと、太い管を上から下に流れる大きな電気の流れを細い管の小さな流れで制御して大きな出力を得ようと目論んで作った回路です。左の回路では電源からスピーカーを通ってトランジスタのコレクタに入っていく経路に大きな電流が流せる状態にして、それをベースに入力される音声信号で制御すれば、スピーカーに入力と同じ形で振動する大きな電流が流れて音が出るだろうと考えて作りましたが、実際にやってみると音は出ませんでした。では実際に入力波形と出力波形がどうなっているかをオシロスコープを使って見てみることにしましょう。アンプの動作を確認する際にオシロスコープで波形を見るときには、綺麗な正弦波を使うと歪みが見やすかったり何かと都合が良いので、今回もオーディオ回路に入力するテスト用の信号には正弦波を使いたいと思います。普通は発信回路などを使うんですけども、今回はパソコンで正弦波の MP3 の音声ファイルを作って、それをアンプに入力して確認したいと思います。正弦波の音声ファイルは Audacity というソフトで簡単に作れるので、このアプリを使って作ってみます。まず Audacity を起動してメニューの生成からトーンを選びます。そうするとダイアログが開きますので、波形は正弦波にしたいのでサイン波を選び、周波数には1000を入力して 1kHz の正弦波を作ります。振幅は1のままで時間を適当に指定して生成ボタンを押します。すると音声データが作られますので、ファイルメニューのエクスポートから MP3 としてエクスポートするを選んで、そのデータを MP3 ファイルに保存します。では作成したテストトーンをアンプに入力してみることにしましょう。PC の音声出力をこのアンプに接続して、そしてメディアプレイヤーで先ほど作成した正弦波のテストトーンを流します。やはり音は出ません。ではオシロスコープで波形を見てみることにしましょう。トランジスタは電流で駆動し電流を出力する電流制御デバイスなので、本来電流プローブがあれば良いのですが、手元にないので普通のプローブで電圧を測定したいと思います。回路図でいうとグラウンドを基準としたベースの電圧とコレクタの電圧を測っています。まずチャンネル1のプローブをつけます。グラウンド線のクリップをアンプ回路のグラウンドにつけます。そしてプローブのフックの電極側を入力信号が入るベースに接続してみます。綺麗な正弦波が出ています。では同じくスピーカーにつながっている側の信号も見てみましょう。出力電圧を確認してみたいと思います。
電圧ほとんど出てないですね。全く平坦です。ではオシロスコープの画面を見てみましょう。 PC から来ている入力信号はチャンネル1に接続していますので、黄色で波形が表示されています。この波形を見ると入力信号はきれいな正弦波であることがわかります。画面の下の方に 1.000kHz に近い値が表示されていますので、作成したテストトーンはほぼ正確に 1kHz の音となっていることが確認できます。左の方にチャンネル1と書かれているところの高さが 0V の高さです。現在チャンネル1の電圧は縦方向のグリッドの1メモリあたり 100mV となるように設定されていますので、信号波形を見てみて 0V のラインから電圧の最大値までは1メモリ分の 100mV 程度で、最低電圧はマイナス 100mV 程度であることを読み取れます。この最大電圧と最小電圧の差はオシロの画面にピークトゥーピーク電圧 VPP として数値でも表示されていて、チャンネル1のピークトゥーピーク電圧は 225mV 前後であることがわかります。そして出力波形についてはスピーカーにつながっているコレクタの電圧を表示しているチャンネル2の青い波形を見てみますと、直線で全く振動していません。電圧は 5.13V 前後で変化していないことがわかります。オシロスコープの波形を見て、音声信号が確かに入力されているのに出力が全く出ていないことを確認できました。どうして出力が出ないんでしょうか。その謎に迫ってみましょう。オシロスコープで波形を見た通り、入力信号の電圧はきれいな正弦波で、それがトランジスタのベースに入力されていました。それなのにコレクタ電圧はほぼ電源電圧の 5V のまま振動していませんでした。当然スピーカーから音は出ません。ではどうして入力信号に応じて出力が振動しないんでしょうか。ここで一つ注意しておかなければならないのは、オシロスコープで測ったのは電圧であって電流ではないということです。前の動画で説明した通り、基本的にトランジスタは小さな電流で大きな電流を制御する電流制御デバイスであって、電圧で制御するデバイスではありません。それで上の正弦波の電圧がかけられた時にどのような電流が流れるかを考える必要があります。 NPN トランジスタではベースから入った電流はエミッタから流れ出るので、エミッターとベースにどれくらいの電圧がかかるとベースにどれくらいの電流が流れ込むかということが問題になります。単純に考えると、電圧が大きければそれに比例して電流がそれだけ多く流れるような気がしますが、実はそうではないんです。これがこの回路で音が出ない原因です。抵抗であればこの左の図のように電圧が上がればそれだけ電圧に比例して電流も大きくなります。比例関係にあるものはグラフで見るとこのように直線になります。この状態を電圧と電流が線形な関係にあるとか、英語の直線を意味する語を使ってリニアであるという言い方をすることもあります。でも抵抗と違ってトランジスタのベースとエミッタ間ではこのようにはならないんです。ベースとエミッタはダイオードもそうなんですけれども、 P 型半導体と N 型半導体が接合して作られたもので、この PN 接合で作られたデバイスは電圧と電流が比例せず右のグラフのような関係になります。このグラフを見ると 0.1V かかっても電流は流れず、 0.2、0.3、0.4、0.5 と電圧が上がってきても電流は流れずほとんどゼロのままです。つまり 0.5V より小さいときは抵抗はほぼ無限大ということです。
そして電圧が 0.6V を超えると急に大きな電流が流れ出します。電圧がさらに大きくなるにつれて傾きが垂直に近づいていきますので、抵抗が非常に小さくなり0オームとみなせるほどに小さくなっていくことが分かります。このトランジスタのベースエミッタ間の電圧と電流のグラフの線は先ほどの抵抗のグラフのような直線の形ではないので、この電圧と電流は非線形な関係にあるという言い方をします。この状態を前の 001J の動画で説明したトランジスタのイメージを使って説明するとこんな感じになります。ここでは 001J の動画のトランジスタのイメージの中のバルブの部分のみを書いています。このイメージではレバーにかかる力がベース電圧、レバーが下がる距離がベースに流れる電流を表しています。このバルブは 0.1 の力をかけても動かず、0.2 の力をかけても 0.5 の力をかけても動きません。0.6 の力をかけて初めてレバーが動き出し、それ以上の力をかけるととても軽い力で動く状態になるという感じです。このようにバルブのレバーにかかる力と動く量が比例していないということです。PN 接合にかかる電圧と電流はこのレバーにかかる力と動く量のような関係にあります。この PN 接合でできているトランジスタのベースエミッタ間やダイオードでは、その端子間に電圧をかけた時に流れる電流はこんな感じになります。例えて言うならこんなイメージです。下の方に書いている青い線で囲まれた部分の水とボートの絵は、上の緑色の枠で囲まれたトランジスタのベースエミッタ間やダイオードの PN 接合の電圧と電流の関係を理解するためのイメージです。水位、つまり水の高さが電圧で、ボートの高さが電流を表しています。まず電圧についてですが、水が 0.6V の水位を超えるまでは船の高さは 0A の高さから変化しません。そして 0.6V の水位を超えると船は浮かんで高さが上がっていきます。この 0.6V を超えると抵抗値は0に近くなるので、電圧はそこからほとんど変化せず、その後は電流が大きくなっていきます。この電流については 0.6V 以下では船の高さ 0A で変わらず、逆に水位がどんなに下がっても水が少なく船がそこについて下に下がらないのと同じように 0A 以下になることはありません。これはベースエミッタ間やダイオードでは電流が一定方向にしか流れず逆方向には流れない、つまり電流がマイナスになることはないということと合致します。このイメージを理想ダイオード、つまり電圧が正であれば抵抗がなく、電圧が負であれば抵抗は無限大となる素子を使った回路で表現すると、右上の黄色い線で囲まれたような回路となります。このように PN 接合で作られた半導体では、電気を強くしていくにつれて、まず電流が流れない状態で電圧が 0V から一定の電圧まで上がっていき、その電圧を超えると電圧があまり変化しなくなり、今度は電流が増加していくという変化をすることになります。この特徴はとても重要なので、前の動画で扱った原則1に続く原則2としてまとめておきたいと思います。それはベース電流が流れているときはベースエミッタ間電圧 VBE は 0.6 から 0.7V となるということです。VBE が 0.6 から 0.7V 以下ではベース電流は流れませんし、電流がたくさん流れても VBE は 0.7V 程度で変わりません。厳密な計算が必要な場合には
熱電圧などさまざまな要素を考えて計算する必要がありますが、簡易的な設計を行う場合にはベースエミッター間の電圧は 0.6V とか 0.7V 程度として考えることができます。ただしこのようになるのはシリコントランジスタの場合だけです。シリコン以外のトランジスタ、例えばゲルマニウムで作られたゲルマニウムトランジスタなどでは電圧が異なりますので気をつけてください。でも今現在使われているトランジスタほとんどの場合シリコントランジスタですので、この原則が当てはまると考えてよいでしょう。ではトランジスタのベースにかかる電圧と電流の関係がこのような関係にあることを頭に置いてエレキチのアンプの動作を考えるとどうなるでしょうか。この絵の左にあるのがオシロスコープで見たパソコンから出力した正弦波の波形です。これをエレキチが考えたアンプに入れるとどうなるかですが、オシロの波形を見ると信号の電圧は最大でプラス 100mV 程度、つまりプラス 0.1V 程度までしか上がっていません。そうしますと電流が流れ出す 0.6V に到達しないので、ベースエミッター間の抵抗成分、通常これを入力インピーダンスと呼びますが、これがほぼ無限大の状態となりベース電流は流れません。これが音が出ない原因です。右の 001J の動画で使ったトランジスタのイメージ図で考えると、ベースに電流が流れないのでコレクターとエミッターの間のバルブが開かず、コレクターに電流が流れない、それで音が出ないという状態だったのです。このアンプの動作を先ほどのボートの例えで言えばこんな感じです。水位の変化にあたる入力の電圧が最大でも 0.1V 程度なので、ボートは浮かび上がることができず、ずっと水底についたままで水位が上がっても全く船が上下することはない状態なのです。ではどうすればボートが上下に揺れるようにすることができるでしょうか。それはボートがあるところにあらかじめ水をたくさん入れておけばよいでしょう。そうすれば振動の中心が高くなり、ボートが水底についてしまうこともなく、ボートはスムーズに上下に振動することができます。ではアンプの回路をこれと同じ状態にして入力電流がスムーズに流れるようにするにはどうしたら良いのでしょうか。どうすれば音声信号の振動の中心を上げることができるんでしょうか。音声信号の振動の中心を上げることはこの図にあるように音声信号に直流を加えることにより実現できます。この2つを足し合わせた信号をベースに入力すれば入力電流はスムーズに変化するようになります。このように入力信号に直流を加えること、そして振動の中心を移動させることをバイアスをかけると言います。この英語のバイアスという語は偏りを生じさせるという意味で、振動の中心を偏らせるために追加する電圧のことをバイアス電圧、加えるものが電流であればバイアス電流と言います。ではバイアスをかけるにはどのような回路を作ればよいのでしょうか。ベースに入力する信号にバイアスをかけるので、当然ベースに何かをつなぐわけですが、どうしたら良いんでしょうか。皆さんもぜひここで考えてみてください。どうしたらバイアス電流を流せると思いますか。ヒントは抵抗1個でできます。では僕が子供の頃の初心者のエレキチ少年だったらどうするでしょうか。見てみることにしましょう。エレキチはアンプの入力にバイアスをかけるためにベースに何かを接続するようです。さて何を追加するんでしょうか。抵抗を追加しましたね。
電源とベースの間に抵抗を入れて、抵抗のベース側の電圧を 0.6V となるようにしてバイアス電圧をかけ、かつ抵抗を経由してバイアス電流を供給しようという考えですね。これは正解です。この回路は固定バイアスと呼ばれる方式のバイアス回路の形です。これで音が出る状態に一歩近づきました。よかったです。でも抵抗を何オームにしたらよいかわからないようですね。どうするんでしょうか。手持ちの抵抗を全部持ってきたようですね。適当につけてみて実際に音が出るかやってみるつもりでしょうか。10オームから1メガオームまでの30種類ほどの抵抗を持っているようですが、その中のだいたい真ん中あたりの1キロオームを試してみるようです。おお、音が出ています。やりましたね。いや、嬉しいです。自分で考えた回路を作って実際に動かして聞くのはやはり嬉しいですね。決して音が良いとは言えませんが、作ったものが最初に動いた時の嬉しさは格別です。どうやらエレ吉は最も良いと思われる抵抗を見つけるためにさらに別の抵抗も試してみるようです。今度は最も大きな値の抵抗値1メグオームを試しています。音が出ないようですね。今度は最も小さい抵抗の10オームを試していますね。これはちょっとこれはダメです。やってはいけないことをしてしまいましたね。やけどしなかったか心配です。もしかしたらトランジスタも壊れたかもしれません。エレ吉は諦めずにさっき音が鳴った1キロオームより大きな10キロオームを試すようです。試行錯誤して最も音が良いと思われる抵抗を探すようですね。エレ吉が最も良い抵抗に行き着くまでに少し時間がかかると思うので、ここでさっきエレ吉が10オームの抵抗をつけてやけどしそうになった時に起こったことを解説したいと思います。皆さんは何が起きたと思われますか？電源が 5V でトランジスタのベースエミッタ間が 0.6V とすると、抵抗にかかる電圧は 4.4V 程度となります。10オームの抵抗ではオームの法則から 4.4 割る10の 0.44 アンペアも流れます。すると 4.4V かけ 0.44 アンペアの 1.9W の電力が抵抗で消費され熱に変換されますので、ものすごい熱が出たと思います。そもそもこの金属被膜抵抗は定格が4分の 1W、 つまり 0.25W とか2分の 1W の 0.5W とかだと思いますので、1.9W もの電力がかかるような状態は完全に定格を超えています。このような定格を超えるような使い方、決してやってはいけません。それからこのような大電流をトランジスタに流すと壊れるかもしれません。
TTC5200 のデータシートを見ると、ベース電流 IB の絶対最大定格は 1.5A で、これを超えないようにして使うように指示されていて、今回流れたと思われる 0.44A 程度はこの範囲内ですので、壊れてないと思いますけれども、でも小型のトランジスタでこのようなことをやると、トランジスタが焼けてしまって壊れるかもしれません。それで抵抗を使うときには、かかる電圧と流れる電流を考えて、抵抗の定格に収まっているか確認するようにしてください。それから回路を考えるときには、トランジスタの定格の確認も忘れないようにしてください。最終的にエレキチはいろんな値の抵抗をつけてみて、音を比較して 3.3kΩ をつけることにしたようです。これが電子回路初心者のエレキチが今回作った回路です。電源とスピーカーを除けば、電子部品はトランジスタと抵抗の2つだけで音を出すことができました。おそらくこれが最も単純なトランジスタアンプの回路と思います。この回路は固定バイアスと呼ばれる方式を使った増幅回路です。前に作ったエレキチアンプ1号 A は音声入力信号をベースに入れるだけの回路で音は鳴りませんでしたが、今回は 3.3kΩ のバイアス抵抗を追加することで音が出るようになりました。今回はアンプに必要なバイアス回路の仕組みを説明し、実際に作ってみましたが、いかがだったでしょうか。部品がトランジスタが1個と抵抗が1つという非常にシンプルなアンプでしたが、音を出すことができました。エレキチはこの回路のバイアス抵抗の値を決めるのに、いろいろな抵抗を実際に差し替えてつけてみて、そして音を聞いて良さそうな抵抗を探っていきました。このやり方で回路が動作する抵抗は見つかりはしましたけど、途中危うくやけどするところでしたし、小型のトランジスタであれば壊れたかもしれません。こうしたことを避け、かつちゃんとした音が出るアンプを作るためには、適切な抵抗の値を計算によって得る方法を知る必要があります。次回の動画ではこのバイアス抵抗の計算方法を説明します。これはアンプを作るのに不可欠な知識ですので、よろしければチャンネル登録して、ぜひ次回の動画もご覧ください。